めぐっぺです。さて、先週の20日にこの TOEIC L&R テストデルタン特急金のセンテンスが発売されましたが、皆さんもチェックしましたか？私も早々にゲットして今現在取り組んでいるところです。そこで今回はこの TOEIC L&R テストデルタン特急金のセンテンスのめぐっぺ流使い方を紹介します。はい、では今回は金のフレーズの一つ上の金のセンテンスのめぐっぺ流使い方の紹介です。金のフレーズも金のセンテンスもどちらもこの赤シートを使って勉強するスタイルです。で、金のフレーズは単語がメインでしたが、金のセンテンスはセンテンスとあるように単語ではなく文章がメインの本です。でですね、こうページをめくってみるとわかるんですが、金フレの時は英文の途中覚えたい語句のところが歯抜けになっているので、この赤シートで隠して最初からテスト方式で勉強するということも可能だったんですが、金のセンテンスの場合は英文、最初に英文が書いてあって間に必要語句の説明があって最後に英語の日本語訳が書かれているので、今までのように歯抜けを隠して勉強するということはできません。ではどうするかと考えた時に思いついたのがこちらの方法です。それが何かというとディクテーションです。ディクテーションはこの本だけではできないんですが、アブシードというアプリを使って行うことができます。アブシードはこの A というアイコンのアプリになります。これを押すとホーム画面になって、ここから自分が勉強したい教材の音声を聞くことができます。でですね、私の場合はこの例えば前回学習した教材っていうところを押すと、ここに金のセンテンスの画面が出てきて、その下に音声アプリ学習といったように続きます。で、私は特にアプリを使った学習というよりは音声を主に使っているので、この音声のところに行くと、そこから基礎版、日英版、英語版とあるんですが、私は普段この英語版を使ってディクテーショントレーニングをしています。では実際にやってみます。まずディクテーションに必要なのは携帯電話と鉛筆と紙だけです。金のセンテンスの本は答え合わせの時に使うので今は使えません。横に置いときます。ではスタートします。はい、終わりました。答え合わせしていきたいと思います。答え合わせはこの本を使って行います。終わりました。答え合わせはこんな感じで一通り英文を本を見ながらチェックしていきます。で、全文見てちょくちょくスペル違いだったりとか聞き間違いとか
名前のスペルが違うとかっていうのがありました。で、間違った単語については、気になったものはこの間違ったページのところにチェックしたりとか、英文が気になるときは英文のこの新幹線の窓枠のところにチェックを入れておいたりとかしています。あとはこちらのアプリの方ですね。アプリの方で気になった英文や間違っていたところで特に気になったところについてはチェックを入れておいて、後でまた確認ができるようにしていたりもします。こんな感じで毎回まずディクテーションをしてから重要単語の内容を確認して、で気になるものがあった時は日本語訳も確認するという流れで行っています。どうしても手で書くという作業がついてくるので多少時間がかかることもあるんですが、全身を使ってトレーニングするという意味合いも込めてやっています。ちなみになぜ私がこんな方法をとっているかというと、なるべく早くなるべく全部やってしまいたいという気持ちがあるからなんです。過去の失敗などを振り返ると、単語本は場合によっては同じところばっかり繰り返しずっと見てしまって進まなかったっていうことがあるので、どんどん先に進める方法として採用しています。ディクテーションは聞き取れていたとしても書くスピードが追いつかないということもあるので、途中で何度か戻って聞き直してもいいというルールにしています。実際書いてみると、ああ間違ってたって思うことも時々あるんですが、自分の耳にはこんな風に聞こえてたんだなという発見にもなるので、貴重なトレーニングになっています。なかなかこういう問題集で自分からディクテーションしようというふうには思わないかもしれないんですが、問題集は一つでも使い方は一つではないというヒントになればいいなと思っています。ディクテーショントレーニングあんまりしたことがないという方は是非この機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで今回はこのTOEIC L&R テストデルタン特急金のセンテンスのめぐっぺ流使い方を紹介しました。あなたならどんな使い方をしますか？いつもとはちょっと違う勉強法がしてみたいという方はぜひ真似してみてくださいね。めぐっぺでした。またね。